はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。以前人気スパイスのマキシマムを分析して再現をしました。そこでブッチャー思いました。これで熟成肉を作ったら美味しいのではないかと。それでは早速やっていきましょう。はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。いつも動画ご視聴ありがとうございます。本チャンネルも明日で1周年を迎えることになりました。今回は皆さんにとても重要なお知らせがあります。お知らせに関しては動画の中盤でご報告いたします。それでは本編をお楽しみください。どうぞ。今回はこのお肉を使って検証してみます。一つはマキシマムを塗って1ヶ月熟成させます。もう一つは何もしないで同じ条件で1ヶ月熟成させます。これが今回使うマキシマムです。マキシマムは宮崎県で作られるミックススパイスです。以前スパイスの食べ比べの動画やマキシマムを作るの動画でも詳しくご紹介しているので、よかったらそちらもご覧ください。今まで熟成肉で様々な調味料やスパイスを使ってきました。もともと日本におけるスパイスやハーブは最も古い歴史書である古事記に生姜や山椒、ニンニクやわさびなどが載っており、古くから日本で栽培されていたことがわかります。一方、胡椒やクローブ、シナモンなどの熱帯地方原産のスパイスは聖武天皇の時代に日本に上陸されたと言われています。その後、中国との交易やヨーロッパ人の来航などでスパイスが次々と渡来してきたそうです。今では台所で活躍するスパイスですが、食べ物が腐ったり悪臭を放たないようにスパイスが活用されています。古代エジプトではスパイスの香りと防腐作用を利用してミイラにシナモンやクローブなど香りのいいスパイスを詰めてたり、中国では薬としてなど多くの用途でスパイスは使われてきました。今回はそれぞれのスパイスの特徴を生かしたミックススパイスのマキシマムを使うことによってそれぞれの良さを引き出した美味しい熟成肉を作ろうと考えました。それでは早速やっていきます。まずはバットの上でお肉の周りにマキシマムをコーティングしていきます。うまくコーティングできたら今回はお肉に直接 S 字フックをつけます。こんな感じで吊るします。何もしていないお肉も同じように S 字フックをつけて冷蔵庫に吊るします。あとはこのまま冷蔵庫に吊るして1ヶ月乾燥させます。出来上がりが楽しみですね。さて、今回皆さんに重要なお知らせがあり、この場をお借りしました。ホルモン島田は幕開けクラウドファンディングにて本日12時より新商品のリリースを行いました。商品は塩です。ただの塩ではありません。スパイスソルトという調味料としても使える多彩な万能塩です。僕たちホルモン島田は実店舗での営業に加えて YouTube で多くの肉料理を作ってきました。また今回のマキシマム熟成のように今まで色々なスパイスと向き合ってきました。その中でとうとうお肉に合う調味料に出会ってしまいました。YouTube の検証と実験の中で生まれた一品。これをぜひ皆さんにもお届けしたい。そう思い今回お伝えしています。商品名は俺のスパイスならぬ俺の塩島田です。370万回再生されたホルモン島田の焼肉だれと塩をセットで合わせてお届けいたします。おうち時間が多い今、ぜひこの塩とタレの食べ比べを楽しんでもらいたいと思います。先ほどスタートしました幕開けページは概要欄にあります。詳しくはそちらをご覧いただき、応援購入よろしくお願いします。それでは1ヶ月経ったので見てみます。一回り小さくなって水分が抜けたのがわかります。外に出してみましょう。こちらが何もしていないお肉です。そしてこちらがマキシマムでコーティングしたお肉です。2つとも水分が抜けた印象ですね。叩いてみると何もしていないお肉の方がまだ水分が多く残っているのか濁ったような音がします。マキシマム熟成肉はキンキンという金属のような音がします。それでは何もしていないお肉からカットしてみましょう。結構硬いです。いい感じに綺麗に仕上がりました。色が濃くなった感じがしますね。次はマキシマム熟成肉です。より硬いですね。中は何もしていないお肉に比べてより黒い部分が多いです。外側だけではなく油の周りも変色しているのがわかります。これは中まで浸透しているからでしょうか。周りをトリミングしていきます。2つのお肉を焼いて食べ比べてみましょう。焼いている感じはマキシマム熟成肉の方が水分が少ないせいかより焼くのに時間がかかる印象です。焼き上がりはほとんど一緒ですね。それでは食べ比べてみましょう。いただきます。今日は京都醸造さんの一期一会を飲んでみます。このビールはベルギーの酵母とアメリカとニュージーランド産のホップが組み合わさったビールです。なんといってもこのネーミングに惹かれました。一期
一会、皆さんとの出会いに感謝して乾杯です。まさか1年前にスタッフ教育用の動画でスタートしたホルモン島田チャンネルがこんな多くの人に見てもらえるようになるとは思ってもいませんでした。少し霞んだ黄金色でオレンジやグレープフルーツのような柑橘系の香りがします。後半にハーブっぽい苦味が残り、味わい深くて美味しいです。それではまずは何もしていない1ヶ月熟成させたお肉を食べています。少しねっとりとするような口当たりと肉の凝縮された旨味を感じます。次はマキシマム熟成肉を食べてみましょう。このマキシマムには岩塩、胡椒、醤油粉末、ナツメグ、クミン、ローレル、唐辛子など様々なスパイスが入っています。数種類のスパイスなだけあって香りや味も複雑な味わいで美味しいです。味は美味しいですがめちゃくちゃしょっぱいです。かなり味が馴染んでますね。薄切りにして焼いて食べるとか細かく刻んで何かに混ぜたらより美味しそうです。お肉との相性は抜群ですね。これはしょっぱすぎるのでご飯と一緒に食べるのがちょうど良さそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。マキシマム熟成肉いかがでしたか？やっぱりスパイスは奥深いです。これからもさらに研究を重ねていきます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。